のじゃ金子でございます。ということで、今日なんですけども、貝が食べたいなと思いまして、お魚屋さんに来ております。牡蠣、ミル貝、ホタテ、つぶ貝、ここら辺のね、どれかがあれば、料理をして食べていきたいなと思います。今日髪型、変な魚おじさん意識してやってます。うっす。うっす。さあ、なんかあるかなあ、あった。平貝とミル貝。しかもミル貝1本600円でめちゃめちゃ安いじゃん。すいません。ミル貝全部ください。はい。クーラーボックス持ってくるもんですか？クーラーボックスじゃあ持っといて。クーラーボックス持ってきたので、海水を入れて、その中にお願いします。挿入ということでね、今日ね、ミル貝買ったんですよ。あ、買ったの？お前の好きそうなもんあるだよ、この。このあったじゃん。俺買おうかな、これ。今日ミル貝食べるんで、そこでちょっとおかずとして。これね。これ買います。はい、ありがとうございます。じゃあね、家に帰って料理していきたいと思います。あ、そうやったらそれじゃあバイバイよ。いらない。いらないの今日はもうなしの方で行きましょう。みんな待っとるぞ。じゃあね、みんな買いに来てね。バイ。ただいまということで、本日の食材がこちら。よいしょ。白ミル貝っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。白ミル貝っていうことでね、たくさん買ってきました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。なんでこんな買ったかというとね、いつもあそこのお魚屋さんにはお世話になってますし、今日のこのミル貝も1個600円だったんですけど、1個500円におまけしてくれました。ありがとうございます。で、僕の周り、ミル貝好きな人すごい多いんでね、いろんな人に配ります、これは。ということで、今日はこちらのミル貝を使って3品作っていきたいと思います。1品目、白ミル貝のお刺身。これが美味しいんですよ。2品目、白ミル貝の炊き込みご飯。で、3品目、ミル貝のバター焼き。こちらの3品作っていきたいと思います。そしたら、こちらのミル貝、殻から身を取り出していく作業に入りたいと思います。で、さばき方なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。ここに貝柱がありますんで、1、2、3、4。この4箇所にナイフを入れていきます。いきます。貝殻に沿って身を外すイメージ。で、こっち側も貝殻に沿って身を外します。で、貝柱もすごくちっちゃいので、簡単に取れます。はい、このように外せれましたら、先っちょを持って取ります。先っちょとか言わない方がいいか。もう YouTube 今マジで規制厳しいんで、今回のミル貝もちょっとビクビクしながらやってます。触り方一つ間違ったら消されるんじゃないかと思って。下ネタは一切今日はありませんので、勘弁してくださいね。はい。で、これが内臓ですね。俗に言う金玉。この塩茹でして食べたりだとか、あと煮付けにするととっても美味しいみたい。でも若干癖があるんで好き嫌いは分かれるみたいですね。ちょっと切ってみますね。中はこうなってます。でね、この中にこういう細長い透明の物体が入ってますけど、これは寄生虫じゃないです。貝によくある、ちょっとなんていう名前か忘れちゃったんですけど。そしたらね、この状態に全部していきます。はい、そしたらこのように全部剥き終わりました。そしたら軽く洗っていきます。で、まな板もね、綺麗に洗います。ミル貝は砂をかなり吸い込んでる貝なので、どうしてもね、砂が出てくるんですよ。なので一回一回丁寧に洗っていきます。はい、こんな感じ。そうしましたら、まだ分厚い皮がついてるんですよね。で、料理した時、この皮っていうのはすごく邪魔なので、剥いていきます。皮のめくり方なんですけど、2つ方法があります。1つは、ここ、切れ込みを入れます。こういう風に開いちゃって、ここの取っかかりから皮を掴んで、こういう風に徐々に剥いていく方法。この方法だとうまくいく個体とうまくいかない個体があるんですよ。特にこの先っぽがね、ちょっと取りにくい場合があるんですよ。でもこういう風にカリカリカリとやれば取れますんでね。で、こっち側も皮ついてるんですけど、こっち側はこっち側でピーッと取れます。で、こういう残ったところもね、爪でカリ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 ってやって、こういう風に綺麗に取れます。これが一つ目。二つ目の方法なんですけども、お湯を使った剥き方。こちら紹介します。まずミル貝ですね。これを尻尾の方から入れます。で、だいたい5秒から10秒ぐらい熱湯にさらします。で、こういう風に皮が白くなってきたら、OK の合図。冷水に入れます。そしたらあとは、もうどこからでも簡単に皮が剥けます。すごく気持ちよく取れます。いきますよ。
こんな感じ。で、この状態になったら、さっきと同じ水管を開きます。この中に泥とかが入ってる場合があるんで、必ず水管は開いて、こういう風に洗ってください。で、これで完成。こっちが火を通さない方法でやった方。で、こっちが火を通した方。好きな方でやってもらえばいいかなと思います。速さ的には断然火を通した方が早いですね。でも、火を通しちゃうと、傷みが早いような気がします。それじゃあ、全部剥いていきますね。はい、このように開き終わりました。僕が食べる分は、4個ぐらいでいいんでね。あとは配りたいと思います。で、こちらのミル貝、どんだけ生命力が強いか、皆さんにお見せしたいので、あえて3日寝かしたいと思います。本当に3日寝かしてもね、ちゃんと刺身に切った時に反り返るんですよ。で、保管する時は必ず水気をしっかり取ってください。で、一つ一つ、丁寧にキッチンペーパーでくるみます。こういう形。そしたら、こちらを袋に入れて、3日間パーシャルで寝かします。じゃあ3日後に移動。はい、というわけで、あれから5日間経過してしまいました。さすがにね、5日間は生きてるかなーって不安なんですけども、見ていきましょう。お、でもね、硬いよ、まだ。全然匂いとかは来てないですね。こんな感じ。これじゃあまだ生きてるかどうかわかんないんでね、ちょっと叩きつけてみましょう。いきます。ほら、縮まってカチカチになりました。まだこれ生きてる証拠です。そうしましたら炊き込みご飯に使うのは、この紐のところ、これを使っていきます。半分に切って、で、細かくザク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 と刻んでいきます。で、お鍋にお水。そしてミル貝の紐を入れて、で、そこに麺味。ちょっと濃いめに入れていきます。これで火にかけていきます。はい、ある程度火が通ったら、水につけておいたお米に先ほどの出汁を 200cc 入れていきます。人参加えていきます。ミル貝も加えていきます。で、これで蓋をして、固形燃料をセット。火をつけて、釜をセットして40分ほどしたら完成。はい、次にお刺身を作っていきます。僕好きな作り方がありまして、このミル貝の反り返る習性を使った切り方です。こっちが表、こっちが裏ですね。裏側に細く切れ込みを入れていきます。こんな感じ。そうしましたら次は横を向けます。で、こういう風に切っていきます。できるだけ薄くそぎ切りします。で、そうするとどうなるかと言いますと、ミル貝が反り返って花が咲いたような形になるんですよ。こういう形にするとすごく柔らかいし、醤油がよく染み込むんですよ。なんで僕はこの切り方すごく好きです。はい、こんな感じ。ついでにバター焼き用も切っちゃいましょう。バター焼き用はちょっと大きめにコロッと切ります。ザクザクと、ザクザク。こんなもんでいいでしょう。そしたらお刺身、こちらの方を盛り付けていく。はい、そしたらバター焼き作っていきます。フライパンにオリーブオイル。ニンニク。今日はチューブですいません。で、火にかけます。そしたらそこにミル貝入れます。ブラックペッパー。あんまり火通しすぎても硬くなっちゃうんで、レアな感じで、生でも食べれるミル貝なので。で、ある程度ミル貝に火が通りましたら、そこにバター加えます。で、火を止めます。で、バターを絡めていきます。はい。で、このようにバターが溶けましたら、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。
いただきます。よっしゃ、食べていこう。炊き込みご飯も、ほら、上手にできたな。この釜で作ると何がいいかってね、いい感じにこうやっておこげができるんですよね。これが美味しいんですよ。はい。そうしたらまずこちら炊き込みご飯からいただきます。焦げと細かく刻んだミル貝も一緒にいただきます。美味しい。牡蠣の時ほど貝の旨味は出てないんですけども、ほのかに香るミル貝の風味。ね、なんたってこの麺味。これすごくいい調味料ですね。マジで麺味で炊いただけで美味しい炊き込みご飯になりますよ。そしたら次こちら、バター焼きいただきます。今日はあえてバターはそんなに火を通さずに、バター感がより強い感じで作ってみました。いただきます。わー、これ美味しい。プリップリのシコシコ。口の中でね、パチンパチンってこうミル貝が弾けますね。でもバターが強いので、このミル貝独特の風味が抑えられて甘さだけが生きてますね。逆に言うとミル貝のあの風味が好きな人は、この調理法ではちょっと物足りないかもしれないですね。そうしたら最後こちら、お刺身いただきます。こういう風に切るとすごく綺麗なんですよ。で、醤油にちょっとつけていただきます。うわぁ、たまんねえ。うますぎる。このミル貝の風味。やっぱ好きだな、俺。見た目はちょっとグロテスクだけど、味は最高なんですよ。で、この変な魚おじさんのところで買った、この綿。これナマコの腸ですね。これね、日本三大珍味の一つなんですよ。前カラスミやったじゃないですか。あれと同じ、日本三大珍味の一角。これが美味しいんだよね。これご飯の上とかに乗せてもね、最高に美味しいの。いただきます。うわぁ、たまんねえ。はい、ということで、今日はこちらのミル貝のフルコースときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ！はい、こちら、長大志さんですね。いただきます。最近ちょっとまた太ったんですよ。こういうことしちゃうから。それじっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場で買ったミル貝を使ってフルコース作ってみましたけども、やっぱ美味しいですね、ミル貝は。残りはいろんな方に配りたいと思います。まあ冒頭でも言ったんですけども、今日のミル貝が1つ200円でした。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。